どうもこんにちは。デーブ電機のデーブ田中でございます。今日はスマホとかタブレットとか Bluetooth イヤホンとかもういろんなものを出している総合家電メーカーのシャオミがですね、日本で第1号店となる常設店舗を、イオンモール浦和美園にオープンしたということで、3月22日にストアに訪問してきました。もう駅からすぐ歩いてすぐなんですけども、ここの、イオンのスーパーのところをまっすぐ突っ切ってそのまままっすぐ行けば着くんですが、ちょっと開店前だったんで、左に曲がって外に出てから、入ったんですけれども、もうめちゃくちゃ並んでました。すごくいいところにあって、この角っこでかつエスカレーターの隣だったんですけど、結構30分ぐらいまで入れました。すいません、お待たせしました。どうぞ。でもう左側は購入列ができてましたけども、実際ストアじゃないとやっぱり確認できないってことがあって、これがまさにそうなんですけど、シャオミの15のこのリキッドシルバーという、後ろが背景がなみなみになっている、これは、なかなか質感がわからなかったので確かめに行ったんですが、指紋はめちゃくちゃついてるんですけど、この独特のデザインは非常に目立つというか、背面これ使ってる人いたら結構かっこいいなと思うような出来で、これは確かに店舗で行ってよかったです。あと本当にいろんなものが置いてあって、この辺はあれですね、見守りカメラってやつですね。で、隣にプロジェクターがあって、これ1080p のプロジェクターなんですけど、またこれも安いんですよね。高い方でも4万円ぐらい。そして隣に Wi-Fi7 の対応のメッシュのルーターが、19,800円という驚異の価格で、こっちは Wi-Fi6 までだけどもメッシュになってて、なんと11,800円という、これも何なんだって感じなんですが、こんな風に、Bluetooth スピーカーとか、あとマウスとか、これは、ゲーミングモニターですかね。この辺も実際に見れるっていうのはこの辺でしかないのでいい感じですね。で、この辺が Bluetooth スピーカーですね。大小並んでました。サングラスとかで、こちらはモバイルバッテリーが並んでたんですけど、ちょっと気になってたのが2つあって、まず1つ目がこの 5000mAh で 20W 出力の USB Type-C のモバイルバッテリー、なんと重さが 93g しかなくて、すごい金属な感じでかっこいいやつがあって、もう一つがこの対極にあるような 25000mAh で最大出力が 212W という、結構パワフルなやつなんですけど、12,980円で、これ 25000A にしては安いのと、結構このなんかあれですね、基板が見えてるデザインがかっこいい感じのモバイルバッテリーがありました。あと、今回一番店頭で試してみたかったのがこの Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi ですね。15 Ultra と Wi-Fi で 2.1Mbps のロスレスオーディオが聞けるってやつです。いやー、これちょっとめちゃくちゃ音が良い。接続も簡単だし、低音も閉まってるし、このうるささの中ではちょっときついけど、めちゃくちゃいい。欲しい。素晴らしい。このトランスルーテントのところもかっこいいです。山根博士です。どうもこんにちは。山根博士と言われてます。一日店長で。で、もう10時から9時までいるつもりです。やっぱりね、200アイテムぐらいないとお店として成り立たないので、去年怒涛の製品ラッシュしてようやく間に合ったという感じなんですけど、今こうしてみると、これぐらいやっぱりないと店にならないなという感じで、それと同時にやっぱり海外と全然遜色ないので、面白いのが19日に来て取材して、ちょっとコーヒー飲んでからまた来たら、なんかもう普通だなと、別に見慣れたシャオミストアだなという感じなんで、だからなかなかね、いい感じだと思いますね。店作りも品揃えも本当にいい立地だし、見てるとね、一般のファミリー層の方も来てるので、シャオミというブランドを広げる点では都会よりもこういうところがいいかもしれないですね。周りも雑貨屋さんが多いので、そういう点ではスマートフォン屋さんというよりライフスタイルショップ、そういう感じで展開してるのはいいかなという気がしますね。山根博士としては今注目なのはどれ？
まあやっぱりね、ちゃんとウルトラをグローバルとね遜色なく出したってとこありますし、あとはその海外だとなかなかオンラインでしか見れないポコがちゃんと置いてあるとかで、まあね、家電も安いものもあるし、だから来たらまあなんか買って帰ろうかなと思えるものがあるのはいいかなっていう気がしてますよね。1号店としては立地も最高だし、まあ時間かかったけどもちゃんと万全を期して出したのでね、今までのポップアップやってた状況だと店も狭いし物も少なかったんで、あれで店にしてたら多分お客さんが来なくなっちゃうかなって。はいはいはい、これぐらいあればまあお客さんは定期的に来るでしょうし、まあ多分ね毎月数アイテムぐらい増やしていくでしょうからね、家電製品とかそういう点からするとなかなかいいスタート切ったなっていう、まあ合格点じゃないですかね。もうなかなか素晴らしいと思います。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。シャオミの足立です。今日は日本初の直営店シャオミストア浦和美園店ご来場いただきどうもありがとうございます。はい、今入場規制かけさせていただいているのでちょっと落ち着いた風なんですが、実は外にこの列がずっと外まで続いてまして、どうだろう、どれくらいかな、300メートルぐらいですかね。予告させていただいた抽選おそらく往復で多分200メートルぐらいになっちゃってんじゃないかなと思って、多分ディズニーランドの次に多分今ここが一番混んでるんじゃないかなと思うんですけど、はい、シャオミのコンセプトをちゃんとお伝えできるお店の規模感とか、そういうものが必要で、そうすると、ちょっとこじんまりとしたお店よりはちょっとこうある程度広さがある角でエスカレーターがありて、やっぱりモール入らせていただくにしても、どこでもいいわけじゃなくって、やっぱりいい場所をちょっとご縁があるタイミングで入れるっていうのが今回その浦和美園だったし、ちょっと距離的には近くなっちゃうんですけど、4月5日にオープンする川口っていうことなんですが、別に埼玉に2店最初に行こうって決めてたわけじゃなくってたまたまその立地のいい条件のものがこのタイミング、あとやっぱり50ウルトラがやっぱり今年の目玉商品なので、そのタイミングでどうしても出したかったっていう、ちょうど発売のタイミングでこれご用意できたっていうのがこの盛り上がりもつながってるんじゃないかなっていうところですね。今日いらしていただいている方も、山根一日店長もそうなんですけども、本国だったりとか、あとアジアの諸国、ヨーロッパにもあるんですけどシャオミストアがあって、そこはやっぱりここと重機全く同じものを使ってるんですね。でスマートフォンを中心にいろんなその家電製品とか雑貨を置いてるっていうコンセプトをそのまま日本に持ってきていると。ただ残念ながらまだSKU って言ってるその品数はまだ本番にはまだちょっと足りてなくって、展示よく見るとその箱だけ置いてあったりとか、ちょっとまだいろいろラインナップを展開できる余地が残ってるので、今後も商品継続的に出していって、そのうち多分ちょっと広さ足りなくなっちゃうんじゃないかなって逆に僕心配してるような感じですね。去年だからやっぱり8月ぐらいから一気にこういうラインナップを展開して品数増やしてたのは、2025年にはオープンしたいと思ってたそのシャオミストアに向けた品数の充実っていう狙いが実はあったんですよね。今日でこそ皆さん知ってらっしゃる方でっていうところが多いと思うんですけど、通常はやっぱり地元でイオンでお買い物されてて、普段そんなにシャオミのことを知らないっていうお客さんがもう気楽に立ち寄っていただいて、スマートフォンは数年に1回買い替えるようなものなので、すぐにってことはないですけど、やっぱりこの生活雑貨だったりモバイルバッテリーだったりとか、その時ちょっと必要なものをお買い求めいただいて、少しずつシャオミの製品に触れていただいて、生活の中に1つでも2つでもアイテムを増やしていただけるように、そうですね、ありがとうございます。4モールに来たらちょっと面白いものあるからちょっと寄ってみようかと、そういう感じじゃないですか。イオンっていうのはいつも来る一つのこのコースにしてもらえたらいいなと思ってますね。やっぱここでしか見れないものっていうのは結構多いんですよね。でシャオミの一つ戦略で、EC とシャオミストアっていうのを2本柱、あと一部商品はキャリアショップとかでもお買い求めいただけるんですけど、ここにあるものほとんどが結構ここでしか見れないものっていうのが多いんですよね。そのシャオミ15のリキッドシルバーだったりとか、あとポコですね。ポコも急遽店舗で販売することが決まったので、これもオンラインでしか基本的に置いてないものがここでお確かめいただけますし、でもやっぱり家電製品がやっぱりその大きさ感とか重さ感とかそのボタンの位置だったりとか、そういうのは本当にオンラインでも見れないですし、あとやっぱりレビューしてる人も少ないので、スマートフォンに比べると
これ実際お店に来てみていただいてお確かめいただければなと思います。おすすめっていう意味で言うとちょっとこうやって回転セールをちょっとやってたりとかするので、普段よりこれちょっとね、大体今10万円フラットぐらいで買えるかなと思うんですけど、ポイントとか使えば、ちょっと安くなってたりとかするのは開店直後の特典かなと思います。一点お願いがレンズキャップつけられる。はい。シャオミのマークのレンズキャップって安くてグッズになる。そうですね。そういうのもちゃんと本国企画してくれればいいんですけどね。ありがとうございます。ご意見として受けたまっておきます。ありがとうございます。はい。もうすみません、お忙しいところ。とんでもないです。本当にありがとうございます。皆さんご来店よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは。本当にお疲れ様でした。スタの中にいらっしゃると思ったらずっと抽選。もうそうなんですよ。ちょっと今日はストアの中じゃなくて外で事前エントリー制の抽選キャンペーンやってまして、先ほどまで白熱したガラガラタイムが行われていました。本当に最初の30分ぐらい1個も当たりが出なくてやらせを疑われて本当に心配だったんですけど、最後もう15ウルトラも無事ね当たりまして、1位15ウルトラだったんで、多分みんなそれ目当てで来たと思うんですけど、本当に当たってよかったですね。でも本当に日本1号店というところなんで、もうチーム一丸となって実施させていただきました。はい、同じような店舗形態ではあるんですけど、やっぱり常設でやっていくっていったところになるとね、いろいろ準備しないといけないこともすごく多いので、かなりいろいろなところもありましたけど、でもおかげさまで本当にちょっとご迷惑をおかけしちゃってるんじゃないかっていうぐらいの数が来ていて、本当に嬉しいですね。そうなんですよ。ちょっと本当にもう入店にもね、今ちょっと入場規制かけちゃってる状態なので、ちょっと本当に来ていただいた方にはご迷惑をおかけしているところもあると思うんですが、今回第1店舗目ではありますけど、続々とですね今後もたくさん店舗を出せるようにしたいと思ってますんで、まだ決定はしてないんですけども、どんどん日本国内で出していけるように頑張りたいと思います。とんでもございません。またありがとうございます。はい、オープニングの日の忙しいさなかに一日店長だった、山根博士と、あとシャオミの足立さん、片山さんにお話を聞くことができました。本当にありがとうございました。変わらずもお三方おっしゃってたんですけれど、このシャオミのストアのイオンモール出店っていうのがちょっと意外だったんですけど、実際に行ってみると結構やっぱりモールの出店でありだなというふうに思いました。それはそのシャオミがスマートフォンだけじゃなくて、テレビとか家電とかモバイルバッテリーとか、さらにバッグだったりスーツケースだったり、本当にいろんなものを扱っていて、そういう意味で本当に渋谷の丸に出てたポップアップとは違って、より新規のユーザーとか、あるいはファミリー層とか、そういうところにアプローチするにはモールっていうのが非常にいい選択なんだなというのを実感できたっていうのが結構収穫でしたね。次の出店が4月の川口のイオンモールということで、埼玉から2店舗先行してますけれども、どんどんお店作られると思うので、ちょっとすごく楽しみにしています。最後は15ウルトラで写真を結構撮ってきたので、それを5冊ならぬ6冊ということで締めたいと思います。ありがとうございました。